注文の多い料理店。男が2人、大きな犬と一緒に山の中を歩いていました。どちらも銃を持っています。最初は地元の猟師が案内していました。でもとても悪い山でしたから、やがて猟師はいなくなってしまいました。この山は良くないですね。動物や鳥が全然いません。そうですね。何も殺せませんから面白くないですね。急に犬たちは病気になりました。そして2匹とも死んでしまいました。この犬は高かったのに。私の犬も高かったです。残念ですね。2人はがっかりして元気がなくなりました。もう帰りたいです。とても寒いし、お腹も空きました。私もです。もう歩きたくないです。その時、2人は家を見つけました。その家の入り口に看板がありました。レストラン山猫軒。ちょうどいい。このレストランに入りませんか？ええ、入りましょう。2人はレストランに入りました。また看板がありました。どうぞ入ってください。このレストランの食べ物は無料です。特に若い人や太っている人は大歓迎です。レストランなのに無料ですよ。今日は一日中大変でしたが、最後についていましたね。2人は廊下を歩きました。また看板がありました。このレストランは注文が多いです。わかってください。人気があるようですね。そうですね。こんな山の中なのにお客さんが多いんですね。2人は部屋のドアを開けました。また看板があります。このレストランは注文がとても多いです。本当にすみません。おかしいですね。でも人気がありますからいろいろ大変なんでしょう。そうですか。私はとても疲れましたから早く座りたいです。またドアがありました。ドアの近くに鏡とブラシが置いてあります。ここで髪を整えてください。それから靴の泥を落としてください。ずいぶん厳しいですね。とても偉くて有名な人がたくさん来るんでしょう。2人は髪を整えて靴の泥を落としました。それから次の部屋に入りました。ここに銃を置いてください。黒い台がありました。なるほど。銃を持って入ってはいけませんね。2人は銃を台の上に置きました。またドアと看板がありました。帽子とコートと靴を脱いでください。脱がなければなりませんか。仕方がないですね。2人は帽子とコートと靴を脱ぎました。それから次の部屋に入りました。ドアの後ろにまた看板があります。財布やハンカチなど持っているものを全部ここに置いてください。ドアの前に金庫があります。後でここでお金を払うんでしょうか。きっとそうでしょう。2人はポケットから財布やハンカチを出しました。それから持ち物を全部金庫に入れて鍵をかけました。またドアがありました。ドアの前に壺があります。壺の中にミルクのクリームがあります。顔や手などにつけてください。変ですね。どうしてですか？外はとても寒いですからね。
親切なレストランなんですよ。二人はとてもお腹が空いていましたから、ミルクのクリームを食べてから顔や手などにつけました。またドアがありました。料理はもうすぐできます。食べる前にあなたの頭に香水をつけてください。ドアの前に香水の瓶があります。二人は香水を頭につけました。あれ？酢の匂いですね。レストランの人が間違えたんでしょう。これは本当に酢ですね。二人はドアを開けて中に入りました。また看板と壺があります。最後の注文です。壺の中の塩をあなたの体にたくさんつけてください。二人はびっくりしました。そしてお互いの顔を見ました。この注文は絶対におかしいです。私もそう思います。このレストランの注文はもしかしてお客さんの注文じゃなくて、ここの料理はもしかしてお客さんを、つまり私たちを料理して食べるんじゃ。二人は震えました。逃げなければなりません。ドアを押しましたが全然開きません。部屋の奥に看板がありました。料理ができました。さあ入ってください。ドアの鍵穴から青い目が二つ二人を見ています。うわー！二人は怖くて泣きました。奥の部屋から声が聞こえます。ダメだね。気がついてしまったようだ。塩をつけないね。当たり前だよ。看板の言葉がとても下手だ。どうでもいい。料理ができても親分は分けてくれないんだから。そうだな。でも、もし二人がこっちに来なかったらどうする？来るように呼ぼう。おーい、お客さん、お客さん。早くこちらへ来てください。お皿を準備しました。野菜もあります。あとはあなたたちと混ぜるだけです。サラダが嫌いですか？フライの方がいいですか？じゃあ今から油を温めましょう。二人は泣いて泣いて泣いて泣きました。その時、後ろから急にワンワン、大きい犬が2匹部屋に入ってきました。犬たちは死んでいませんでした。二人を助けに来たのです。犬たちは奥のドアに飛びつきました。ドアが開きました。急に電気が消えました。大きい音が聞こえました。レストランは消えてしまいました。気がつくとコートや靴や財布があちらの枝にかけてあったり、こちらの根元に置いてあったりします。犬がワンワンと吠えました。おーい、おーい。漁師の声がします。二人は急に元気になって大きい声で呼びました。ここだ、ここだ、助けてくれ。漁師を見て二人はやっと安心しました。お互いを見るとどちらも顔が白くなっていました。二人は東京へ帰りました。でも二人の顔の色は治りませんでした。